皆さん、こんにちは。初めての方、はじめまして。のりぞうさんです。今日は、簡単に、ベアリングを取り付ける方法をやります。その前に、ベアリングの基本的な取り付け方法を説明します。そんなの、誰でも知ってるよって思うでしょ？それがですね、YouTube 見てると、結構デタラメやってる人、いるんですよ。それを見た人が、コメントで、勉強になります。って書き込んでるんですよ。待てよって、ツッコミ入れたくなるよね。最初に、クランクケースなどのハウジングに、ベアリングを取り付ける方法です。常温では、ベアリングの外輪より、ハウジングの穴が小さいため入りません。一番安くて簡単な方法は、ベアリングインストーラーを使用して、圧入する方法です。外輪を圧入する場合は、外輪径と同じくらいのインストーラーを使用してください。絶対にやってはいけないことは、外輪を圧入するのに、内輪を押すことです。そんなことしたら、交換する意味がなくなりますよ。あと、ソケットのコマで圧入している人がいますが、インストーラー買った方がいいですよ。3000円くらいで売ってますので、ケチらず買いましょう。ヒートガンなどでハウジングを温めた方が圧入しやすいです。きっちり加熱すれば、ベアリングがスコって入ります。放射温度計で温度管理した方が確実です。っていうか、温度管理しないとダメです。ハウジングを温めたら、インストーラーとハンマーで圧入します。ハウジングがぐらつかないように、しっかり固定してから作業しましょう。次は、クランクシャフトベアリングみたいに、内輪を圧入する方法です。当然、常温では入りません。クランクシャフトでしたら、クランクインストーラーを使えば取り付けできます。インストーラーを使う場合でも、外輪を押さないように、ワッシャーなどを入れて組み付けてください。外輪を圧入するときは、外輪を押す。内輪を圧入するときは、内輪を押す。ごくごく当たり前のことです。専用工具ケチって、クランクシャフトをお釈迦にしたら、元も子もないですよ。ちなみに、内輪を圧入するとき、プロは、ベアリングヒーターを使用します。車やバイク業界は知りませんが、産業機械のメンテナンス屋さんは、ほぼ 100% 使用しています。プロはミスが許されないですからね。このベアリングヒーターですが、電磁誘導方式でベアリングを温めています。電磁誘導方式といったら、IH クッキングヒーターと同じ仕組みですね。そこでひらめきました。IH クッキングヒーターで、ベアリングを温めたら、どうかなぁと思いました。安全装置の関係でダイレクトにベアリングは温められませんが、鉄板を温めれば熱伝導で温まると思います。のりぞうさん、3分間クッキング。今日はですね、ベアリングのアヒージョを作りたいと思います。すみません、間違えました。スキレットと IH クッキングヒーターを使用して、ベアリングを温めてみます。ストーブでやる人もいるみたいですが、温度管理が難しいと思います。温度管理は放射温度計を使用します。放射温度計は測定物の放射率が設定できるものがいいと思います。デフォルトは 0.95 でした。温度計の取扱説明書に放射率の一覧表がついてました。ベアリングの材質は SUJ2 という合金なので、とりあえず鉄鋼の放射率に設定します。それでは実際にベアリングを加熱してみます。ヒーターの強さは6分の3です。外気温は15度です。ベアリングの加熱できる温度は120度以下です。一気に加熱すると温めすぎる可能性がありますので、ゆっくり加熱します。
内輪付近の温度を測定します。途中で引っかかると最悪ですので一気に入れます。はーい、バッチリ入りました。本当は2個同時にゆっくり加熱した方がいいんですが、温まったスキレットの上にベアリングを置いたらどうなるか実験してみます。数秒で100度近い温度を表示しています。1分も経たないうちに120度近くになりました。はーい、バッチリ入りました。短時間でも表示温度通り温まっているみたいですね。IH クッキングヒーターの出力によって温まり方が違うので、初めてやるときはいらないベアリングでテストした方がいいです。スキレットが何度くらいになったか確認してみます。放射率は 0.8 のままです。150、60度くらいでした。今回の IH クッキングヒーターを使ってベアリングを入れる方法ですが、もちろん本来の使用方法ではありません。真似する方は自己責任でお願いします。